今週の週刊八丁なわては、前回から開始した上りホームの階段工作の続きの工作をご紹介します。よろしければ最後までお楽しみください。前回壁の高さが高すぎて調整をした階段外壁、調整を終えたものの、今度は踊り場から JR 線までの階段外壁の長さが不足していることが分かりましたので、外壁を作り直します。外壁材を切り出したので、仮組みした階段に仮止めしてジオラマで確認をします。階段の奥に見える外壁が修正前のもので、寸足らずであることがお分かりいただけると思います。部材の長さを決めるために現物合わせで無印をつけました。前回階段下の H コを作り直しました。今ご覧いただいているのがそれです。今回壁を延長するにあたり、再度 H コを製作し直しました。もはや何回作り直しているか覚えてません。並べると長さの差がお分かりいただけると思います。長さだけでなく H コも少し細くしてパワーアップしました。前回あらかじめ用意していた踊り場用の H コの長さを現物合わせで調整しました。長さはいいのですが、床材のプラ板の幅がありすぎて H コが出っ張ってしまいます。そこでカッターでカットをすることにしました。ちょっとカットが難しかったです。最後接着をして仕上げました。出来上がった部材を仮組みしていきます。マスキングテープで仮止めしました。その仮組みをもとに踊り場の壁面工作を実施します。仮組みした階段に合わせて外壁を切り出しました。切り出した外壁をマスキングテープで仮止めし、その両脇に柱材をあてがって高さの整合性を取りました。同じように外壁材をあてがい整合性を確認し調整しました。これをもとに柱材を作ります。中央部に切り出した 1mm 角棒を仮止めして、外壁上部の鉄骨、屋根下の梁を作りました。できた部材を仮組みした階段にあてがい、現物合わせで調整を重ねていきました。今回立体的な建物を初めてに近い形で制作していますが、制作前からある程度のことは想定していましたけれども、まさかの想像以上で正直驚いています。天井の遮光のために黒のジェスを塗装しました。ジェスは表裏の両方に塗りました。グリーンマックスのコルゲートを用意して上り線の跨線橋の屋根を製作します。コルゲートの向きを確認して使えそうな端材を探しました。踊り場部分にちょうどいい端材がありましたので、部材に合わせてコルゲートをカットしました。コルゲートはシール形式なので、カットを終えたら裏面を剥がして接着します。経年で剥がれないようにゴム系の接着剤を四隅に軽くつけています。これダメ、この部材ダメ。作業の参考に下り線の屋根を用意したら、まさかで屋根のコルゲートの貼る向きを間違えていることが発覚しました。でも組み立てる前に分かってよかったです。ダメ元で剥がしてやり直そうとしたのですが、ぐちゃぐちゃになりました。剥がした部材はまとめて廃材のジオラマや網板に活用します。もう新規に作り直すことにしました。再び発生したトラブルに動揺していたのか、せっかく新規に切り出したコルゲートですが、貼る時にシワがついてしまいました。なんとかシワを伸ばそうといろいろチャレンジしたものの、ちょっと修正は難しそうでした。接着剤をつけて貼り付けていますので、コルゲートをきれいに剥がすことはできなそうです。仕方がないので、上から新規にコルゲートを貼り直しました。すべての屋根材にコルゲートを貼り終えました。先ほどやり直しで発生した再利用予定のコルゲートはこのようにプラ板にまとめて貼っています。跨線橋下の柱は 5mm の丸棒で再現します。現物合わせでカットしたものを2本用意しました。屋根の両側に細く切り出したプラ板を接着して、裏側には黒のジェスを塗って遮光しました。外壁の部材の下地塗装をしました。外壁の下の部分は飾り帯のようになっていて、ホーム部分はネズミ色、屋外になる部分は壁色のアイボリーでしたが、模型ではアレンジして飾り帯は全てネズミ色にします。下地塗装のサーフェイサーの色をそのまま採用しますので、ネズミ色の部分をマスキングします。また一部のサイディングの下地塗装が分厚いところがありましたので、作業をしながらヤスリがけをしました。塗装前にマスキングテープの隙間から塗料が入らないように再度サーフェイサーを拭きますので、問題はないと考えています。下り線の跨線橋の下は一部が壁になっていました。それをプラ板で再現します。同じ部材を2枚切り出し、1つを下地、1つをサイディングに使いました。この部材と接する H コ当てがい調整をしていきます。なかなかうまくいかなくて何回も切り出すことになりました。そもそも論なのですが、H コの左右の部材がかっちりできていないので、調整をするのがかなり難しかったです。
H コーと H コーの間の床材は見栄えが悪かったので、この作業と一緒に修正をします。上からプラ板を貼ってリカバーしました。サイディングのサイズを柱をあてがいながら決めました。柱の位置にサイディングの目地が来るように調整をしました。一連の古線橋の工作で大切な部材のカットの時、部材を仮止めしてカットをするという学習をしましたので、ここでもその学習を反映しています。サイディング部材をカットしたら接着していきました。部材ができましたので古線橋に仮止めしました。ちょっとこれ斜めでダメです。なんとかこの部材を修正できないかと試行錯誤を試みたのですが、潔くまた作り直すことにしました。壁材を作り終えました。ホーム側の部材、ビル側の部材、これらのパーツを組み立てます。接合部の内側には補強材として 1mm 角棒を接着しました。接合部の角の隙間は接着剤を流し込んで盛り付けて穴埋めをしました。接着をしたばかりですが、修正点がないかを確認するために部材同士の合と水平を確認します。 H コーの左右がずれているので、ここの調整が肝になると考えました。問題がなさそうでしたので工作を進めましたが、実はこの後壁を1枚剥がしてやり直しをすることになります。部材を作り直して接着しました。接着剤が少し乾いたところでヤスリがけをします。完全に乾燥する前に作業したのは、目地に入り込んだ接着剤の修正が乾燥前の方がやりやすいからです。乾燥してコチコチになってしまうと修正がとても大変になってしまいます。この半乾きの状態ですと、紙ヤスリで余分な接着剤をすくい取ることもできます。諸々の処理が終わりましたので、下地塗装としてサーフェーサーを拭きました。このサーフェーサーのネズミ色は皆様同様にこのまま部材の色として活用できますので重宝しています。線橋の階段下の床下の裏側には筋交いのような鉄筋がクロスした部材があります。これを細く切り出したプラ板で作ります。梁になる部材を床下にあてがいながら現物合わせで場所決めします。パーツとして組んで塗装後に床下に接着しました。梁材をマスキングテープで仮止めし、そこにプラ板を接着します。できた部材は床下にあてがって調整します。部材は H コーと床の隙間にスライドで入れられるように作りました。下り線も同様に工作し下地塗装をしています。ようやく全ての部材が揃いましたので、次回は塗装の工程からご案内します。こんなにやり直しが多くなるとは想像してませんでした。今回もここまでご覧いただき誠にありがとうございます。よろしければ次回もご覧ください。